臓器提供について質問です。健康保険証、運転免許証など臓器提供、意思表示記載が求められていますが、私は臓器提供反対です。意思表示未記入、もちろん家族にも成人を過ぎた子に臓器提供はしないでと強く伝えてあります。私が生産し大切に育てた子供の体です。誰かの役に立つかもしれませんが、体を切り刻み、傷跡を残すことなどとてもできません。私は心の小さな人間なのでしょうか。確かに、保険証とか免許証とか、今、もし万が一のことがあったときに、臓器提供を希望するかしないかみたいなものを記載する欄がありますよね。で、もちろん臓器提供をするしない、それは、自分がどう書くかっていうのはその人自身の自由でしょうけれども、そもそも自分の肉体は自分のものでしょうかね。仏教では自分の肉体は自分のものというふうには考えていません。これはだからといって臓器提供賛成反対とかっていう話じゃないんですね。それぞれが決めればいいことだと思いますが、そもそも論として自分の肉体は自分のもの。この考え方自体が、それは心が狭い、広いではなくて、無知に基づくものであると仏教では言うわけですね。それはなぜかというと、自分のものというのは自分のものなので、自分で思い通りにできるし、当然別にしてもいいわけですね。例えば自分の稼いだお金とか、それは自分のものなので自分で自由に使うことができますよね。じゃあ自分の肉体はどうなのかっていうと、自分の肉体はじゃあ自分のものだと。じゃあ自分で自由にできますかっていうと、これが肉体を衰えさせたくないと思ったって衰えるし、こんな風に生まれたいと思っててもこんな風に生まれたかったと思ったところでそうできるわけじゃないですね。例えばもっとおっぱいが大きくなりたかったとか、逆にもっとおっぱいが小さくなりたかった。今手術することができますけど、仮に手術をして、美容整形とかで、脂肪を抜いたり入れたりしておっぱいを大きくしたり小さくしたりとかいうことをしたとしても、それは本当のおっぱいじゃないね。そう、私たちの肉体っていうのは私たちが自分のものだと思ってるんですけど、実はじゃああなたの思い通りになりますかって時に何一つならないという時点で、これは自分のものではないですね。自分が望んだところで長生きもできないし、自分が望んだところでこういう形にって自由自在にできるものじゃないということですね。で、ましてや自分の子供の体というのは、じゃあ自分のものだろうか。私が生産し、私が育てた。確かに私が育てたでしょうけど、私が生産したでしょうかね。っていうと、そう。自分の体の中で自然が作り出したものですよね。何も私たちが子供をこうやって作って、こうやって作って、こういうふうに作ってって考えなくても、自動的に子供がお腹の中で種が宿ったら、それがですね、精子と卵子が合体して、そしてそこから細胞分裂が始まって、どんどん人間の形になって、そして私の産道を通って出てきたっていうものだと思いますけど、でもじゃあこれ私が作ったんでしょうかっていうと、料理を作るように作ったわけじゃないですね。何もその生成のプロセスに対してね、何もしてないんですよ。自分の体が自然界が自然に作ったものなんですよ。私の体って言いますけど、じゃあ私の体って何ですかって。どうやってじゃあちっちゃい子が大きくなったんですかって言った時に、これよく考えてみると、本当に生まれたばっかりの時に、3000グラム、3キロぐらいだった赤ちゃんが、これ今60キロになってる。体重60キロ、身長が180センチ、170センチ、70キロ。立派な大学の子供になったと。じゃあ、この3キロだった体が50キロになり、60キロになりって、その増えた体重っていうのはどっから来たのか。これ全部食べ物です。
他の生き物の命を奪って食べて、そしてそれを自分の栄養素にして、そしてそのサイズにまで自分の子供になったのね。私が作ったんです。私が育てたんです。私の子供の肉体です。無知で捉えるならばそうでしょうね。けれども本当に知恵を持って知識を持ってこれをよくよく観察してみたときに、自分の子供が体重60キロの立派な青年になった。この60キロの体重はみんな他の命を奪ってるんですよ。これを私の子供を私だけが育てたんですと。私が大切に育てた私の子供の肉体であり、私の肉体でもあるんですっていう。これは心が狭いんではなくて無知であるということですね。さて、じゃあ例えば臓器提供って言ったときに、まずその臓器を提供する自分の大切な子供の私が育てて私が生産した、ね、私が生産した自分の子供の体を切り刻んでって言うんですけど、じゃああなた自身が死んだ時はどうなるんですかね。これ全部今火葬にしますね。で、じゃああなたの子供も同じです。もし子供が死んだら火葬にして、その肉体は臓器も皮膚も筋肉も、その可愛らしい目も美しい髪も、そのたくましい足も腕も全部焼いて、そして骨だけにしてしまいますね。しかも納骨する時だってその骨を全部埋めるわけじゃないんですよ。若い人の骨って結構な量があるので、実は私たちが火葬場で、火葬終わった後ですね、いただく骨っていうのは地方によってはその一部なんです。でそれを納骨するわけですね。そう私たちが死んだ時にこの肉体というのを、じゃあ私が生産したというその子供の心臓を上腕二頭筋をね、ずっと何か冷凍保存して標本にしておくわけじゃないわけですね。キープしておくわけじゃないです。全部これ灰になっちゃう。臓器提供って今そういう技術、医療の技術とかも発達してそういうことができるようになってきましたけれども、私の肉体を私のもの、私の子供の肉体を私が作った私のものと見ることによって出てくる一つの考え方ですね、これはね。そしてそこは執着でもある。私たち毎日ご飯食べてお肉が美味しい、魚が美味しいって食べるんですけども、他の動物たちの大切な体を切り刻んで食べてますよね。面白いですね。そしてこれじゃあ私の大切な生産した子供が仮に交通事故に遭ってとか何か病気を患って体の臓器の一部の機能が破壊されてしまった、あるいはそれが機能しないということで摘出しなければならない。代わりに臓器提供してくれる人がいたら、この子が助かるとしたらどう考えるんですかね。自分の大切な子供のためには誰か臓器を提供してくれる人を必死に親って求めるもんなんですよね。自分が臓器を提供する側に立ってのみ物事を考えるとそういう発想が出るけど、じゃあ私の大事な旦那が、私の子供がもし誰かドナー提供者があってですね、臓器を提供してくれる人がいたら、この子の命が助かると思ったら、それをでも臓器を提供してくれる人がいるとしたら、そんなよそのお母さんが育てた大切な子供の大切な人の臓器を提供してもらいたくないって言うんでしょうかね。面白いですね、人間というのはね。というのが私からの感想です。答えこうしろああしろなんていうもんじゃない。でもそもそも私も何度も救急車に乗ったり交通事故に遭ったり、一歩間違えばというところが出てきましてから、私自身は別に肉体に執着はないんですね。自分がましてや死んだらその肺とかその心臓とか別にそれを持って来世生きられるわけじゃないので、
そんなものでもどなたか使っていただける、そのことによって誰かが生き延びるんであれば、使ってもらってもいいんじゃないかなと私は自分でそう思います。それはそれぞれ人それぞれと思います。けれども、仏教では私の肉体が私のものであると。私の子供が私の生成したもの、生産したものである。私の子供は私のものであるというのは、心が狭いというのではなくて無知であると言います。それぞれでしょうね。